強さへの誘惑。想像もできない精神への重圧。あなたの瞳に映るマシンは、世紀の歌姫か、それとも悪女か。明けましておめでとうございます。すぐみモデラーの玉です。今回はタミヤ製、マクラーレン MP47 を製作しますよ。新年にふさわしい名車でございます。このキットでもタバコ規制はバッチリ適合しており、丸ゴロではないようですね。写真ではマクラーレンロゴになってますね。車外デカールを用意せず純正デカールを使おうと思います。1992年製のこのキット、32年の時を経て素敵に仕上げてみましょう。初っ端から驚愕の部品構成。ノーズとフロントウィングが一体型でございます。タイヤも使えそうですね。タミヤの梱包はとても透明度が高くて綺麗ですよね。思ったよりも部品は少ない感じですね。フォーミュラキット安定の構成ですね。安心して製作できそうでございます。巻きつけるように貼るだと。タミヤの説明書には隅にこっそりと塗装で塗り分けを推奨する言葉がございます。単純なカラーリングなので塗り分けようと思います。少し黄ばんでいたので日光で漂白しましたよ。丸ゴロレッドのデカールは使いません。それでは製作スタートでございます。何度見ても信じられない構成。タミヤ様はなぜ一体成形にしたのでしょうか。シンプルなカウル形状。思った以上に針が多いので処理が必要ですね。タミヤ製でカウルに針があるのは珍しい気がします。当時のカーボンモノコックフレームを再現できます。ホンダ最後の V 型12気筒エンジン。甲高い方向が聞こえてきますね。エキゾーストパイプは3分割。すんなり組み上がるといいけど。このキット最難関のリアウィング。こいつを一体型にしたタミヤ様の思惑が謎でございます。そんじゃパチパチとカットしましょう。比較的カットしやすいランナーでしたので、とても上質で贅沢な下地処理時間でございました。びっくりするくらいにかっちりとはまり合う部品。この精度は今までのキットの中でも一番かもですね。ここも隙間すらございません。流し込み接着剤って少なくなると筆が使い物にならないんですよね。うっすら映っていますがここにパーティングラインがございます。800番の紙や素で処理してみましょう。
何気に手間取ってしまい少しイライラしました。洗浄してきましたよ。こうやって見ると誰もが思い描く典型的なフォーミュラ形状ですね。カウルーラはタミヤのフラットブラック。試しに合体させてみると、何もせずともぴったり、マクラーレン完成でございます。そんなわけにもいかないので、どんどん進めていきましょう。裏に塗ったフラットブラックは透け防止の役割ですね。ガヤノーツのアルティメットホワイト、強力な隠蔽力で多少の汚れなんて隠してくれます。白と黒のツートンが美しいですね。マスキングを剥がしていく楽しい時間。多少のムラなんて気にしちゃダメですよ。いつか直径1メートルの玉にしようと思ってます。いよいよマルゴロレットの塗り分け。カウルにうっすらと塗り分けラインがありますが、研磨とベースのホワイトの厚みでラインが消えかけています。ナイフの刃はいつも最高の切れ味。とても優れた拷問器具。模型工具でございます。うっとりするカットライン。早く赤く染め上げたいですね。リアカウルの塗り分けは少々難しく、ラインをなぞってマスキングするのに試行錯誤しました。曲線用マスキングは密着力が弱いので、よく押さえつけておかなきゃね。リアウィングのマスキングこそこのキットの山場。ホワイトとマルゴロレット、そしてフラットブラックの3色を塗らなければなりません。こんな感じでマスキング完了。バルケッタ製のフォーミュラレット。海外でも入手できれば良いのですが、以前もらったコメントではなかなか難しいようです。薄め液はガヤノーツのプロユースシンナー。比率は1対2で希釈してございます。マルゴロレットの乾燥待ちにも写真を進めましょう。フカリムのぶっといホイールが激渋でございます。こちらのほとんどはセミグロスブラックで一撃ですね。
マルゴロレットが乾いたので結果を見てみましょう。裏のこのラインは説明書とは若干違うんですよね。うまくトレースできませんでした。少し滲んだ箇所がありました。リアカウルにもあるので後で処理しましょう。懸念材料レベルマックスのリアウィング。我ながら素晴らしい仕事をこなしました。滲んだ箇所をデザインナイフの先で優しくカリカリ。こういう作業は、あと少し、倍の血取り。どんな拷問も飴と鞭が必要ということですね。リアカウルは滲みではなくホコリでございました。運よく浮き上がっていたので助かりましたね。塗り分けラインはどうしても段差が発生しますので、紙安の6000番でそっと研磨します。こういう作業もそこそこで止めておかないとね。洗浄してきました。クリアを吹きつければ消える程度の段差まで追い込みました。当時物の純正デカール。綺麗に漂白しましたが、使えるかどうかはまた別の話。やっぱり長時間水に漬け込みました。ヨレヨレで今にも破れそう。デカールが少ないので助かりました。本来は丸ごろデカールなのですが、タバコ規制がバチバチに引っかかった仕様でございます。何が何でもタバコデカールじゃないと嫌ってわけじゃないので、こういうデザインも好きでございます。細く美しいノーズにホンダのエンブレム。強さとカリスマ性が完璧に調和したナンバーワン。ドイツのファッションブランドのヒューゴボス、マクラーレンのスポンサーを30年以上務めたようですね。炭素繊維素材を扱う大手企業のコートールズ。ウイングの上下に分割しているデカール。苦手な作業ですがうまくいきました。派手さはないのにこの存在感。調子に乗ってたら大事なシェルマークを割ってしまいました。しかしこのまま進めます。数少ないシルバー塗装パーツ。いつもならエキゾーストパイプの下地処理はしないのですが、名誉あるホンダ最後の V12 ですので、それなりにカチッと仕上げてみようと思います。現状の白液パイが属車っぽくてゾクゾクしますね。田舎なのでこういう虫をよく見ます。ガイアノーツの EX クリア。乾燥後の塗装面のコードがお気に入りでございます。
砂吹き後に少々気泡が入ってしまいました。中研ぎをして様子を見てみましょう。ほんのりクリアで仕上げます。吹きっぱなしですが良い感じで一安心。ギラついてますがしっかりとツヤが出てますね。さあここから研ぎ出しで美しくしてあげましょう。4000番からのスタート。角や曲面には気をつけなきゃね。直射日光でカサカサになった中古車のようでございます。6000番が一番大事。ここで手を抜くなら研ぎ出しをしない方がマシですね。研磨力が結構強いので力加減に要注意。毎回しっかりと洗浄。目立つ研磨傷が消えて表面が滑らかになります。映り込みは全然ですね。8000番からは映画を見ながらでも余裕の作業。何度も見たインセプションをまた垂れ流し、ディカプリオの息遣いに見とれるのでございます。クリストファー・ノーラン監督の新作、オッペンハイマーの IMAX 公開が楽しみでなりません。みっともない研磨傷は消え失せ。艶が出て文字が映り込むようになりました。そして10000番からは別世界。美しさの魅力に惑わされたモデラーが行き着く境地でございます。もはや妖艶たる艶感。しかしここで追われるほど美への追求は甘くございません。長谷川のセラミックコンパウンド。一往復するたびに輝きが増します。終わりが見えず涙も枯れ果てる単純作業。すべては結果がねぎらってくれるのでございます。コックピット周りのセミグロスブラック。こいつを塗るためにクリア後のマスキング。塗装とデカールがマスキングに持っていかれるのを防ぐため、慎重な作業が強いられます。デカールの上には低粘着のマスキングテープ。ガイアノーツの EX クリアはコードがあるので、今のところ塗装面が剥がれる事故はありませんが、あの恐怖と絶望をご存知のモデラー様なら、この工程のヒヤヒヤ感は分かっていただけるのではないでしょうか。最高に手間がかかるリアウィング。今は翼端板裏に塗るフラットブラックのマスキング。
通常のマスキングテープがデカールにかかるので、緊張感が走ります。あとはうまくいくようにおまじない。フロントウイングのエッジ部分もブラックにマスキング。多分言わなきゃ塗ったことさえわからないと思います。ノーズ裏の塗り分け。複雑な形状なので少々難易度は高め。残りのパーツもシルバー塗装。フォーミュラキットのお約束。エンジンヘッドカバーの文字塗装。100均で発見したネイルアート用の綿棒。効果絶大すぎて大人買い確定商品でございます。ここでミスったらエンジンの完成映像はカットですね。本田宗一郎の自信が感じられます。説明書にはないボルトへの塗装。自己満足もたまには必要ですよね。ブレーキ周りなんてホイール装着したら見えないのに、それなりに真剣に塗装しちゃいますよね。玉は何でもブレンボにしちゃう癖がございます。インダクションポットで隠すのがもったいないですね。省略してサクッと塗り分け。ギアみたいな謎の部品。カウルの後端を取り付けるための位置合わせ。本当にこんなぴったりとはまり合うキットは初めて。精度が良すぎて怖いくらいですね。エキゾーストパイプに焼き色をつけてみましょう。0.2 ミリの細吹きエアブラシ。風量も絞って薄く吹きつけますよ。ちなみに本来はブロンズみたいな色でございます。事故もなく最後の塗り分けが終了いたしました。艶消しの別部品感はとても綺麗です。焦らずにそっと剥がしてください。
サスペンションは筆と爪楊枝を使い分けて楽に進めましょう。カーモデルに必須な棒やすり。ナックルアーム取り付けの穴は拡張しておくのがおすすめ。やっとここまで来たのかとため息が漏れてしまいます。シートベルトも塗装で仕上げます。車外パーツはベルトを通すのが面倒なんですよね。クリア塗装で分厚くなったので足回りの取り付けが心配でしたが、何の問題もなくすんなり装着できました。カーボンモノコックと合体。90年代前半のピットの風景といえばこれですよね。このくらいのハイテク感が一番かっこいいです。ハンドルには採用されたばかりのパドルシフト。あの頃は F1 から生まれたハイテクに驚かされました。まだシンプルな形状を保っているハンドル。まさに戦闘機でございます。腕に自信のあるモデラー様は配線を追加するのも良いでしょう。F1 のサスペンションといえばこの形状。長いサスアームとのマッチングはさすがでございます。ステアリングロッドもすんなり貫通。強度がありもろさが皆無の精度。バリさえなければこのキットの精密さはカーモデルトップかもしれません。シャシーとモノコックを合体。目立たないですが少しだけハイノーズ形状なんですね。そのほんの少しがとても美しいフォルムを描いてくれています。えぐい取り回しのエキゾーストパイプ。複雑なねじれを、絶妙な焼き色が花を添えてくれます。ここも何の修正もなく一撃ではまりました。色褪せない光を放つ RH22。まるでここから取り外したかのように自然に装着できました。タイヤは白い粉を吹いて非常に硬い状態。サクッと表面を研磨。
フォーミュラキットの面倒な工程ですが、一気に存在感が増すので好きな作業でございます。よく単板を取り付けて、この地を這う形状、どうしてこんなにも美しいのでしょう。車載カメラの取り付け。このアシンメトリーな見た目が当時から好きでございます。ミラーにはエナメルのシルバー、塗料を置くように塗っていきます。取り付けもシンプルだったので一撃でした。このキットのクリアパーツはこれだけ。テールランプを縫い塗り。スクリーンは説明書によるとセミグロスブラックらしいです。裏から塗っちゃったのでツヤのある黒になっちゃいましたね。ブレーキローターの取り付け。もう一応この姿を見ることはないでしょう。もっと早くに完成する予定でしたが、年末年始をまたぐ最悪の作業効率でございました。タイヤの取り付けはボルト式。細いサスアームがギシギシと悲鳴を上げてございます。そしてついに着地。大型のインダクションポットを取り付けて、このメカニカルなシルエット、甲骨でございます。カウルを取り付けますよ。塗装の厚みさえ計算し尽くしたタミヤ様の設計に感動。どうして一体型にしたのか謎だったりウイングも、今ではとても愛おしく感じます。車体に取り付けてその姿を堪能するのでございます。アンテナをランナーから製作。たかだか数分で終わるこの工程が面倒に感じます。適当にカットして。カウルに装着すれば、マクラーレン MP47 完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。